この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30歳男性、オーリオさんからの質問です。こんにちは。私は日本人ではありませんが、あなたの長年の購読者です。翻訳機を使って書いていますので、ご理解いただければ幸いです。私は絵の経験は約半年です。私は本当にイラストレーターになりたいと思っており、あなたのビデオからインスピレーションをもらっております。私はビデオで話されていたダイナミックなポーズを使ったトレーニング方法を試しました。ポーズはうまく描けましたが、残念ながらキャラクターの表情が全然うまく描けません。下絵の段階ではいい感じなのですが、色を塗った途端にデフォルメがうまくいっていなくて、絵が下手に見えてしまいます。私の作品を見て重大な誤りを説明し、訂正していただけませんでしょうか。私のメッセージをご覧いただければ幸いです。毎日何千人もの人々があなたに手紙を書いていることを理解していますが、もし採用されたらとても嬉しいです。あなたがいなければ、私は私の絵の問題に対処できなかったでしょうし、自分自身を信じていなかったでしょう。ありがとう。とのことです。はい。こちらがですね、オーリオさんの作品ですね。オーリオさん、ご質問ありがとうございます。実際の作品もあるので、気まぐれ添削として添削してもいいかなっていうふうに一瞬思ったんですが、この質問に対しては、日本のアニメスタイルについての考え方を僕なりに掘り下げて、お答えする必要があるなっていうふうに感じましたので、このような形式で途中作品の添削や解説を挟みながらお答えしていきますね。まずですね、絵を描かれて半年ということなんですが、オーリオさんの作品は非常に素晴らしいと思います。なぜかというと、絵を描き始めた人にとって一番迷うのって、どこをどう描いていけばわからなくて、情報を足すことができずに、完成したように見えないっていう、その部分が一番大変な部分だと思うんです。オーリオさんはそれが現時点でちゃんとできていて、きちんと最後まで完成させることができているので、その力量をね、半年間でつけたっていうところが素晴らしいと思います。でね、その上でこのイラストのどこに問題があるのかっていう話なんですが、オーリオさんもおっしゃっているように、色を塗った途端、デフォルメがうまくいかずになんだか下手な感じに見えてしまったという部分です。デフォルメ、これもうちょっと突っ込んで限定的な言い方にすると、日本のアニメスタイル的なデフォルメということになるかもしれません。僕に質問するぐらいですからそうだと思います。それがなぜかうまくいかない。これですね、すごくよくわかります。特にですね、海外の方が日本のアニメスタイルを取り入れようとした場合、なんだかうまくいかないのにはですね、これは実は明確な理由があるんです。その理由は何なのかっていうと、実は日本のアニメスタイルのデフォルメ表現には隠された作法が3つあるからです。これを踏まえていないからですね、絵としてはしっかりと書き込まれていて完成度が一見高い絵でもなんだかしっくりこないなっていう風に見えてしまっているわけなんです。実はその隠れた作法、最近では日本人以外にも理解されてきているので、世界中で素晴らしいアニメスタイルのイラストやアニメーションが制作されています。この3つの隠れた作法、噛み砕きながら分かりやすく解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。スタイルの歴史を考えるという作法。まずですね、これアニメスタイルに限らず、どんなスタイルにとっても重要な考え方、かつ意外とみんなが見落としがちな作法だと思うんです。何かというと、スタイルの歴史を考えるという作法です。例えばね、アニメスタイルの絵で、どんな絵がイケていて、どんな絵がイケていないのかという風に判断されやすいのかって、実はですね、アカデミックな絵の上手下手とは判断基準が微妙にずれている場合が多いんです。アカデミックな絵っていうのは、例えばデッサンとか生物画とか、そういうちゃんとした絵みたいなものです。そういうね、ちゃんとした絵って、陰影の綺麗さとか構図の美しさとか、絵的な要素だけを持って、うまいって、そういう風に判断されることが多いと思います。ですが、アニメスタイルの絵は、それだけ考えてても不十分。うまいとは思われにくいんです。じゃあ何を考える必要があるのかっていうと、連続性。もっとわかりやすく言うと、歴史を考える必要があるんです。歴史って言うとね、誰が何年にこの絵を発表して、みたいなそういうことを思い描くかもしれませんが、そういうね、年表というか、史実的なことではありません。そういうことではなく、例えば、こういうデフォルメがこの時流行って、そしてそのデフォルメの仕方がこう進化してきて、そして今はこんな風に表現することが流行っているっていう、そういった流行の歴史のようなものです。特にアニメスタイルのデフォルメの仕方は、目に顕著に現
れることが多く、1990年代にはこんな目、2000年代にはこんな目、そして2010年代にはこんな目という風に目を一つとっても様々なデフォルメの流行り廃りを経てここまで進化してきた歴史がありました。ちなみにね、2020年代に入ってからは目の中にカラフルさが混じったこんな目が流行っていると言えるかもしれません。この辺の流れはね、僕の過去の動画、大胆予想、2020年以降に流行る絵柄予想、絵の流行りは〇〇に影響されているで詳しく語っているので、気になる場合には後で見てもいいかもしれません。このね、流行の歴史こそがコミュニティに属しているクリエイターやファンたちのこの表現はいけてるという共通認識を知らず知らずに形成していて、その共通認識からあまりにも外れたものはですね、新しいとは捉えられずにダサいと取られがちな傾向にあります。なので、これまではどういう共通認識が形成されてきたのかっていう、そういう歴史をざっくりと知って、そしてそれをある程度なぞらえながら描くっていう意識が必要なんです。このことからわかるのは、アカデミックな絵ではなくアニメスタイルの絵っていうのは、デッサンや陰影や構図以上に記号の持つ意味が大事だっていうことです。目もですね、一種の記号と捉えた場合、それがデッサン的に正しいか正しくないかとは別に、目をどんな記号で表すのかが、その絵がいいのかどうかを判断される大きな要因の一つになります。アニメスタイルでのデフォルメイラストを表現する場合、こういった歴史の延長線上にあるのかないかで、イケてる、イケてないを無意識に判断するため、こういった文脈から全く逸れたスタイルを提示してもですね、これめっちゃいいとは思われにくいっていうことなんですね。そういう意味ではアニメスタイルは一人で表現しているのではなく、過去の先輩クリエイターも含めてコミュニティ全体で文化の流れを作っているとも言えると思います。そういった視点も入れた上で、オーリオさんのイラストの目の部分だけちょっと修正してみましょうか。はい。こんな風に修正してみました。添削前の目は目として全然おかしくはなかったんですが、アニメスタイルとしてのデフォルメの歴史には沿っていない形になっていましたので、その文脈の中に載せたような形にしてあります。どうでしょう？ちょっとだけそれっぽい感じになったように思いますね。ただね、今言ったのはアニメスタイルの隠れた作法の中でも一つだけを説明しただけなので、当然ながらまだかなり違和感があるイラストに感じると思います。アニメスタイルの隠れた作法、残りの要素を説明しつつ、さらに修正を加えていってみたいと思います。引き算を意識するという作法。現時点で僕が気になっていること。日本のアニメスタイルのデフォルメの考え方からするとちょっとおかしいかなって思っている部分は、絵のくどさについてです。これ実はですね、海外の方だけではなく日本人でも、このくどさっていう感覚についてはあまり意識していない方が多いので、海外の人特有っていうわけではないんですが、海外の方は特にですね、美術教育としてよりアカデミックな方法で絵に触れることが多いので、デッサンも陰影表現も書き込みを全部しっかりさせようっていう、そういう意識が強く働いた結果、足し算だけの絵になってしまって、料理に例えると一口食べた時にちょっと味濃いなこれみたいな感じに仕上がっちゃう場合が多いと思います。オイルさんも質問の中で言っていましたが、はい、こちら線画なんですが、線の方がうまくいっているように見えるのは、色を排除して線だけで表現することによって、無意識に引き算ができているからなんです。線の段階では、くどさは全くないですよね。ですがそこに着彩することで、足し算が発生しました。色という足し算、影という足し算、そしてハイライト、反射光という足し算、いろんな要素をたくさん積み重ねていった結果、その積み重ねによってくどさが発生してしまって、なんか色塗ったらデフォルメ微妙になっちゃったなっていう印象になってしまったんだと思います。なので一つの解決法としては、色を塗らないとか、あとは色を塗ったとしてもあまり塗り重ねないという方法もあると思います。こんな感じでね、ただね、オウリョウさん結構しっかりと色を塗り重ねているところを見ると、それじゃあ満足できないっていうね、正確に思いますので、色をちゃんと塗った上で満足できる方法をお伝えします。ポイントはですね、色を塗った時に増えすぎてしまった情報量を線を減らしたり陰影を弱めたりすることによって減らすことです。つまりアニメスタイルのデフォルメで表現する場合には、情報を引き算するという考え方が非常に重要になっていくんです。なぜかというと、情報を足すことだけがクオリティを上げることではないからです。例えばね、ピンポイントに鼻の部分に着目してみましょう。この絵の中でも特に鼻は足し算ばかりになっていて、最もくどさが目立つ部分になってしまっています。どこが
くどいのかっていうと、線で鼻のアウトラインが表現されていて、そしてハイライトで鼻の高さが表されていて、影によってもシワの深さが示されていますよね。これ言ってしまえば、全部のせです。これだとね、画面の密度は上がっていくんですが、その分ね、くどさも上がっていってしまいますので、クオリティはね、なかなか上がっていかないんですよ。なので、増えすぎた情報を間引いて、この絵からくどさを引き算していってみましょう。はい。こうです。特にね、鼻の部分に着目してみてください。線で表現した部分は鼻の穴だけにしつつ、ハイライトを鼻のてっぺんの部分だけに限定して、影を取り去りました。これだけでもね、鼻の形十分に表現できちゃいますよね。その他、わかりやすいところで言うと、髪の流れを表す線があります。修正前は髪の毛全体を覆うように、線がね、全部に書かれていましたが、修正後は程よく間引くように引き算しました。このぐらいでもね、髪の毛の流れはわかりますよね。こういった変更を加えたことによって、くどさが取れ、すっきりした見た目になったと思います。このように、足すだけではなく、引くという考え方がアニメスタイルのデフォルメを表現する場合には、非常に重要な考え方になってくるんです。一箇所の部位に執着するという作法。さて、最後に紹介する隠れた作法として、一箇所の部位に執着するという作法があると思っています。さっきの絵、これだとね、ちょっとあっさりしすぎというか、逆にね、薄味になりすぎてしまったと感じた人、実は多かったのではないでしょうか。それを解決してくれるのがこの考え方ですね。執着っていうかもうなんなら、信仰と言い換えてもいいかもしれません。信仰？それはいくらなんでも大げさでしょうと思う人もいるかもしれませんが、僕は結構冗談抜きでこの感覚は信仰に近いと思っています。というのも日本人に対してね、あなたの信じている宗教は何ですかと質問すると、おそらくほとんどの人は自分は無宗教ですと答えると思います。そのぐらい世界に比べて日本人は自分は無宗教者だと思っている人が多いんですけど、そんなことは実はなくてですね、かなり多くの人が日本古来から信じられている宗教を結構な割合で信じている人が多いように感じています。その中でも日本には八百万の神といって全てのものに対して神が宿るという信仰があって、それがね、物を大切にするという考え方につながっています。例えばですね、針供養がわかりやすいと思います。裁縫道具に使う針。これをね、ただ捨てるだけではなくて、これまでたくさん働いてくれてありがとうという気持ちを込めて、これまでね、硬い布を幾度も縫い合わせてくれた苦労をおもんばかって、最後になるべく柔らかいもの、豆腐に優しく刺してあげることで、針のね、今までの苦労をねぎらって供養するという儀式があります。海外の人から見てこういう行動がどのように映るのかはわからないんですが、日本人は結構こういう感覚を全てのものに対して感じていることが多いです。そのぐらい日本人はある意味過度にパーツに対してめちゃくちゃ思い入れを寄せる傾向にあり、そういった概念から転じて太もも、あるいはタイツ、メガネ、制服といったキャラクター全体に対してではなく、一箇所のパーツに対して異常に思い入れを寄せがちなんです。ちょっと突然センシティブなことを言いますが、男性の絵描きがね、おっぱいを異常な熱量でふわっふわに描くのだって、あれは別にですね、人体の中の胸部の膨らみを描いているわけではなくて、おっぱいという信仰対象の神様、もうね、おっぱい様と言ってもいいと思うんですが、あれはですね、おっぱい様を描いていると僕は捉えているんですよ。そういった一箇所の部位に必要にこだわるイズムはアニメスタイルの絵にも如実に出ていて、日本のね、アニメスタイルイラストの暗黙知としてイケてるとされている作家は、どこかに必ず異常なほどの信仰心にも似た執着を持っていることが多いんです。例えばですね、ニーソックスの表現。ニーソックスを描くときには、ここを食い込ませないと気が済まない人たちが一定数いますね。でもリアルに考えたら別に食い込んでいる人ばっかりじゃないじゃないですか。でもアニメスタイルで描くときにはこれが良いとされる界隈があります。なぜかというと、描き手の理想化された概念を描いているのであって、リアルな世界をそのまま写し取ろうとしているわけではないから、そう描いた方が描き手の太もも様、あるいはニーソックス様に対する信仰心をありありと具現化できるからです。自分自身のアニメスタイルを確立したい場合には、そういった信仰心を見つけることが、これね、結構真面目に冗談では
なく大事なんです。さっき言った引き算の考え方をここで持ち出すなら、その一番魅力的に見えてほしい部分を引き立たせるために引き算をすべきとも言い換えることができるかもしれません。例えばこのイラストの場合、そうですね、オーリオさんは唇に対してこだわりを持っているような感じがしますので、唇に対して熱量を注ぎ込んでもいいかもしれません。例えばこんな風に。はい、どうでしょう。こうすることで、さっきやった引き算が、このひときわ書き込みを行った唇様を際立たせてくれる結果になったでしょう。最初と最後見比べると、こんな感じです。ほら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 、いかがでしょうか。絵としての存在感は保ちつつも、デフォルメの効いたアニメスタイル調のニュアンスが入った魅力的なイラストに仕上がったと思いませんか。そのためには、今日紹介したアニメスタイルを表現するための隠れた3つの作法、スタイルの歴史を考えるという作法、引き算を意識するという作法、一箇所の部位に執着するという作法を思い出してみてくださいね。以上が今日伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また先ほどお伝えしましたが、アニメスタイルの絵を描くには目の描き方が非常に大事です。そんな目の描き方を詳しく解説した動画、女性キャラなら完全版可愛い目の描き方講座、男性キャラなら男性キャラかっこいい目の描き分け講座がおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。